どれも良かったです。カツオですかね、これがめちゃめちゃ良かったです。美味しかったです。どれも美味しかったんですけど、まあ、次はちょっと麻婆豆腐食べてみたいなと思います。中華となんか西洋料理であったり、その組み合わせというか、そういう組み合わせ食べてみてこう驚きがあったいい店だなって思いましたね。柔らかさっていうのは低温で火入れてる。なので柔らかいんです。そうです。ちょっと温度帯だけ気にして火入れてる感じですね。あともみじとか、そういうので、まあ、5、6時間ぐらい、もうちょっとか7、8時間ぐらいで炊いてますね。あとはうちは結構野菜くずがいっぱい出るんで、その野菜くずも全部入れて、フードロスって言ったら大げさですけど、もうそれだけでもうまみ出るので、ちょっと炊いてますね。あとネギ生姜と一緒に、この量だともう1日でなくなったりするんですか？いや、2、3日分ぐらいですかね。3日で大体サイクルで取ってくるイメージでいますね。コ
トはなんかこうやっぱ中国料理をみんなに楽しんでもらいたい、好きになってもらいたいっていうのがまあ根底にあり、で僕が学んできたこう伝統料理を今風にこう親しみやすい形にアレンジしながら、まあ、ご友人ご家族、まあ、いろんな方に楽しんでもらえるようなアレンジをして、まあ、出してる、化学調味料とかも一切使ってないので、まあ、そういったところも含めてなんか中国料理を好きになってくれて、もっと中国料理に親しみを持ってもらえたら嬉しいなっていうのがまず大前提ですかね。僕は水調理専門学校ってところに運よく職員採用試験に受かりましたので、そのまま職員採用試験受けて、で受かってそこで20年働いてたんですよ。約20年ですね。でその時にフランス行かしてもらったり、韓国行かしてもらったり、香港も行かしてもらったりっていうのでいろいろ勉強させてもらって、で卒業じゃないですね、退社と同時に物件探し始めて、沢富をオープンしたって感じですかね。そうなんですか。中華ってこう自分が仕上げたものが自分の責任でお客さんに出るんですよ。鍋の中で仕上げるのって自分一人なんですよ。一概に言えないと思うんですけど、例えば野菜は他の人がやってて、肉他の人が焼いてて、ソースは誰か作ってるのがあって、お皿の上で一皿一料理完成するみたいなのが僕らの実習の時はあったんですよ。担当がちょっと違うというか。でも中華って鍋の中で仕上げていく、例えばエビチリ作るにも自分で味作っていくんですよね。そうすると失敗も自分の責任だし、成功も全部独り占めというか、そこがなんか面白いなって思って、でなんか全部自分の力みたいな、そう面白い。あとは毎日食べても飽きない、これも結構大きいかなと思いますね。だから調味料とかの使い方がやっぱ上手なんでしょうね。油の使い方は油の料理って中華は言われますけど、やっぱ油の使い方が多い。オリーブオイルとかこう、ごま油とかもそうですけど、中に入れ込むっていうよりかはパッと見油多いじゃないですか。ってことは外出てるんですよね。だから実際に口に運ぶ時は外に出てるから混ぜ込んでないんで、意外とっていうのはもしかしたらあるかもしれませんね。で伝統的な中国料理って結構面白いの多いんですよ。それをこう引っ張り出してきて、でそれをこうちょっと今風にアレンジをして今皆さんに提供してるっていう感じですね。ちなみに調味料何が入ったんですか？塩コショウ紹興酒です。なんかやっぱ向こうは中国料理っていう感じです、昔から中国料理っていう感じで、あまりぶれないというか、っていうのが強く感じますね、やっぱりすごいのはすごいと思います。特に香港とかは。だから日本の中華は
特にこう最先端で頑張っていらっしゃる方々っていうのは、中国料理を学んだものをエッセンスとして自分食に、先ほど言われたみたいに日本人の感覚で作ってるものが多いので、僕もこうもう全く別物だと思います。ジャパニーズチャイナじゃないですけど、どっちがいい悪いとかじゃないんですけど、でも日本の中華の方がうまいのは多いんじゃないかなと思いますそうですね、じゃあ船戸さんの中華っていうのはどっち寄りなんですか？半々ぐらい。ちょうど間を行くところ。そうですね。やっぱ伝統料理っていうのはやっぱ向こうのものなので、それをアレンジしてるのはやっぱりちょっと日本寄りなので、半分半分っていうイメージが一番自分の中では強いかなと思いますけど、でもベースがやっぱり伝統料理なので、それ突っ込まれるとまあ7-3ぐらいとか言われるかもしれませんけどですかね。県にも出たことあるし、料理長やって薬膳じゃウーロン茶、はい、ありがとうございます。次で2月で3年目。そうですね、3周年ですね。はい、おめでとうございます。3周年迎えるとこうやっぱりいろいろ常連さんの中でもこれが好きとか、やっぱりこれを食べに来たいっていうのはあるとは思うんですけど、そうですね。その中で一番こう人気があるものっていうのは一番やっぱりカツオの紅ソースっていうカツオの塩炙りのしたものに、うちの一番人気のソースなんですけど、紅ソースっていうソースをかけるのが一番人気ですね。あとは、
ちょっとアレンジが入ってるんですけど、デンスケアナゴっていうかなり大きな800アップぐらいのかなり身の分厚いアナゴなんですけど、それを香港の伝統的な衣を使ってフリットにして、でそこに、チーズとかあとハーブを合わせて、中華ハーブフリットっていうのでデンスケアナゴで出してる、これも人気ですね、名物にしてるんですっていうのもあると思うんですけど、向こうでもカツオとかアナゴっていうのは食べられる食材なんですか？アナゴはあるんです。カツオはあんまないですね、はい、そんなにあんまり生魚いっぱいガンガン食べるっていう文化はあんまり向こうにはないので。船戸さんとなんか料理長とも結構2人でこういろいろメニューを作ったりだとか、そういうのがあると思うんですけど、そういったところはもともと一緒に働いてた両方とも辻の職員なんですよ、辻町の職員なので、古くから中っていうのでお互いが伝統料理じゃないですけどその知ってるので、そこで掛け合いしながら作ってるっていう感じですね。僕は香港で働いて、彼は四川の料理を勉強してたので、四川省と広東省をベースにやってます。そういった新しい発想っていうのがやっぱり生まれてきたりする。そうですね、新しいのはかなりあるんじゃないかなと思いますね。自分いろいろ経験させてもらったので、それが出せてたらいいかなって感じですかね。2品ぐらいは出そうかなと思ってます。
炊きチャーハンです。お願いします。すいません。カニのしてハスの葉で巻いて、香りつけます。今日の一番美味しかったやつ何でしょう。そうかな、僕もカツオめちゃめちゃ良かったです。さすがの一番人気、ありがとうございます。チャーハンあんかけチャーハン、あれ美味しいんですよね。全部良かったです。全部良かったですか。ありがとうございました。また来ます。はい。待ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日ってお店来られるの初めてです。はい。来られてるんですか、決定に。やっぱちょっともうインスタとかああいうの見てて良さそうやってたので、でちょっと空いてたのでタイミングよくですね。あ、そうですか。どれも良かったです。いや僕はやっぱこのカツオですかね、これがめちゃめちゃ良かったです。美味しかったです。どれも美味しかったんですけど、ちょっとまた他もいろいろ食べたいんで、また来たいです。次は僕はあんかけチャーハンが美味しかった。そうですね、結構カニ味噌の風味とかもすごい美味しかったで、次はちょっと麻婆豆腐食べてみたいなと思います。今回が初めてであ、す。そうですか。お店のどうですか、ご感想をお伺いしたいんですけど。まあ中華忖度なく俺。美味しかったです。とても美味しかったですし、なんかこう中華となんか西洋料理であったり、その組み合わせというか、そういう組み合わせ食べてみてこう驚きがあったいい店だなって思いましたね。特に印象残っている一皿ってありますか。今回食べたのが、まあこれとこの酢豚と、カツオ食べさせてもらったんですけど、このカツオのソースがすごく美味しかったです。ちょっと香りもいいしピリッとする感じがあって美味しかったです。でもこの酢豚もなんか思ってた酢豚と違って、この酢豚の豚が外側カリッとしてソースはもうちゃんと酸味も効いてて美味しかったっていうか、なんか印象と違う酢豚やったけどめちゃくちゃ美味しいみたいな。新しい発見。夏くらいで美味しい。豚があちらに出てます。すごい。
1店舗目は西天満にあるシャンファーさんっていう僕と同期の子なんですよ。中華で追徴専門学校でずっと同期でやってた子で料理めちゃくちゃ上手なんですよ。でコース料理のお店なんですけど、めちゃくちゃ美味しいんでしっかり仕込みしてもうなんか妥協ないんですよ。いやもうちょっとなんか抜くとこ抜いたらっていうぐらいもうほんまにしっかりやってるんで、そこはめちゃくちゃおすすめできます。ちなみにこう初めて行くとこれ食べたらいいよっていういやコースなんで月替えでこう変わっていくので、いつ行ってもめっちゃ楽しめると思います。あともう1店舗はフレンチのお店なんですけど、仲良くさせてもらって本町にある余白さんってお店なんですけど、ここはもうなんていうんですかね、料理センスピカイチ。もともと東京の有名なところで働かれてたんですけど、もう素材の組み合わせとかもう火の入れ方とかすごいなってほんま感心する。僕もオープンの時にすごい勉強させてもらっていろいろ教えてもらったりして、すごい料理人がいいなって思える料理を出されてるなっていう、そんなイメージのお店です。内装も抑えだし人もいいし火の打ちどころがないですよ。ずるいですね。ありがとうございます。そちらもコースですよね、フレンチ。そこもコースですね。わかりました。ありがとうございます。予約しようとするとどれぐらい先だったら？基本1ヶ月先しか開けてないので、なんで予約が空いたらバーって埋まってまた予約が空いたらバーって埋まるって感じ。なるほど。じゃあちょっとお店のことが気になったら1ヶ月前にちょっとチェックしてもらって。そうですね、大体1ヶ月ぐらい前にまた見てもらうっていう感じですね。今後なんですけど、さらに5年10年やっぱお店続くと思うんですけど、なんか村戸さんがこうイメージされてるなんか将来の展望とかってあるんですか？なんか漠然的ですけど、いつかは香港とかにも、さっきのねジャパニーズチャイナじゃないですけど、行けたらいいかなっていうのはなんか海外に出してみたいなっていう夢はありますけど。